どうも、ベトナム在住の浮吉です。今日はね、このスーパーカブ、クラッチ側ね、こっちを組み立てていきたいと思います。前回ね、こっち側も全部一緒にやっちゃおうと思ってたんですけど、ここのね、チェーン間違えたりとか、他にもいろいろやっててね、焦るとね、だいたい良くないことが起こるんでね、途中で止めたんですけども、やっぱりそういう時ってね、止めながら確認していかないとダメですよね。今日もねちゃんと一応サービスマニュアル用意してあるんでね、これ見ながら間違えないようにやっていきたいと思います。それでよ、クラッチをまず見ていきたいんだが、ここもねちゃんとこいつが入るんだな。そんで一応向きも同じにしておきたい。こうやね。でスルスル回ると、まずねちょっとクラッチの中を見ていきたいんだけども、汚れだけは取っとこうかな。これね、前回クラッチ開けてからそんなに走ってないんだけども、2000キロ ?3000 キロとかかな。やっぱりね、こんな感じで汚れがね、溜まるんですよ。まあこれはね、もうしょうがないんで、ね、こんな風に溜まってました。あんまりねウエス使いたくないんだけど、ここはちょっとこうやって拭いてた方がいいのかな。そんでね、念のためにちょっとクラッチ板の方も見るだけ見ておきたかったんですよね。まあちょっと見た目だけなんですけどね、問題はないと思います。で、こいつもコピー部品なんでね、新品の状態でね、ここがなんていうのかな、かなりザラザラしてるんですよ。なんであんまりねすぐにまた新品交換するとギクシャクするんで、こいつはこのまんま戻します。一応オイル塗るか、もう一回。ね、ちゃんとはまってます。まずオイルポンプ取り付けていきます。ここのガスケットは新しいのにしておこう。ここの中の向きをねしっかり合わせないとやばいんですよ。次はこいつをつけようかな。これですね。ここのクリップね、間違えないようにもうちゃんとねメモを書いてるんですよ。こっちのやつとこっちのと少しね形と大きさが違うもんですから、次はねここの組み立てやっていきます。ここの5つのピンはね、このタイプのカブは1個だけ短いのがあるんですよ。だからねこれの場所を間違えないように、間違えないようにというか、間違えたらつかないんだな。どこよ。ああ、ちょうどうまくいった。ここが高いはずなんだな。そうですね。ここに短いの入れるんで、これで OK。そんでここにはね両サイド穴が開いてるんだけども、
船体よりちょっとずれてるんでね、向きを間違えることはないです。向きを間違えるとこのボルト閉まんないですからね。これで閉めてね、止まるようになってるんで、止まるっていうのはこっち回るけど途中でガンと止まってくれるんでロックできます。そしてこいつだ。この時点で一回ミッション確認した方がいいんだろうな。これね、反対側固定してないんだけども多分、確認できると思います。今ちょっと変なところで止まってるけど、これはね多分回せばうまくいきますよね。これが何速かわかんないけど、今はギアが入ってる状態です。これで変な止まり方したぞ。ここに挟まったじゃん。こいつが抜けたのか。何速だ。まあいいや。これでどれがニュートラル？こいつがやっぱ抜けてくるか。これがニュートラルか。ニュートラルでもスプロケが回すとこれが回るのね。これで確認しなきゃダメだった。念のためもう一回見とこうかな。今がニュートラルで1速2速3速4速でニュートラル OK ですね。ちょっとね部分的に入りにくいとこあったけど、これは多分オイル入れりゃスムースにいくんでしょう。さあじゃあ引き続き組み立てですね。こっち側はね最後にクラッチ取り付けなんですが、入れ忘れちゃ困るのをね最初に入れときましょう。ノックピンとあとこのフィルターですね。以前はねこれウエス使って掃除を頑張りすぎて、いつもこの繊維状のゴミっていうのかな、こういうのがついててね、今はウエス減らしてこれでもかなり減ったんですけど、やっぱりついちゃいますね。まあまあ綺麗にします。フィルターね綺麗に掃除しました。こいつを入れて、あとはクラッチ周りやね。ちょっとオイルをさしとこうかな。気持ちの問題やけど、裏表これねガタが出るとダメですけどしっかりしてますね。まああんまり傷んでないんでね、これは使い回ししちゃいましょう。でこいつはアウトサイドって書いてるのはね上側です。それじゃあここのね締め込みですね。仮締めして、ここはね 3.8 から 4.5 キロなんで、こいつで止めるのがね案外苦しいっちゃ苦しいんだけども、ちょっとね必殺技を使います。なるべく強めに締めてね、こいつを抜いて、まあ何度も紹介してますけど、この棒をね刺してお腹で止めるんです。さあそれで42ニュートンでね締めていきます。じゃあ映ってないかもしれないけど、これ入れてね、
れでちょうど42ですね。あ、ここ見るの忘れた。 OK か。今ね、ここを見るの忘れたってのが何かっていうと、うわ、持ちながら、ここの映ってないかな、爪をね中に入れなきゃいけないんだけども、位置がねずれてるとちょっとあんまり良くないんだけど、今回はちょうどの位置、これでね OK です。こっち側ね組み立て終わったんでガスケット取り付けします。でいつものようにグリスを塗ってしまうとね、このやり方が邪道かどうかわかんないんですけども、グリス塗っとくとね、次に開ける時に貼り付きが少ないっていうことで、まあ実際今回でもね貼り付いてなかったし、かといってねグリス塗っても別にオイル漏れしたりもしないんで大丈夫なんでしょう。もちろん問題が起きてもね、真似して問題が起きても私は責任を負えませんけど、これでノックピンもあるから OK だね。じゃあカバーつけちゃいます。でボルトがこっから1だ。1、2、でいつものようにね、本締めはこの中心から近いところ先ですね。オイルシール取り付けですね。一応保護用にマスキングテープを貼って、これねシリコングリス塗っとこう。さあ今日の最後はね、こっち側ちょっと前回やり残したことをやっていきます。前回ねそもそもがこれも付け忘れてたんで、こいつはねなんせ改造してギアインジケーターつけれるようにしてるんで、これもはめます。配線の方はねちょっと破損したら嫌なんで車体取り付ける時にやるんで、ここのオイルシールだ。ちなみにねホンダ純正ってこの中にもグリスが塗ってあるんですけど、なんかついついね追加で入れちゃってます。いいことかどうかもよくわかんないんだけどもね。さあこれでジェネレーターカバーを本締めしていいわけだね。いやこれでねどうにか腰下組み上がりました。なんで今日はねここまでにします。それではまた。